FX はシンプルな手法でも、相場の流れをしっかり読めば十分勝つことができます。大切なのは、どこでエントリーするかだけでなく、どこを見送るべきかを見極めることです。そこで今回は、実際に私が行ったドル円のトレードをもとに、そのポイントを解説していきます。これを知るだけでも、無駄な負けを減らし、勝率を上げることができるはずです。それでは早速行きましょう。先日、私はドル円でトレードをしたのですが、この画像の黄色丸でエントリーをして、水色丸で決済をしました。まず、1時間足を見ると、次のようになっていました。高値と安値を切り下げているので、全体の流れは下落トレンドになっています。よって、買いたい人よりも売りたい人の方が多い状態です。ただし、直近の流れを見ると、高値と安値を切り上げているので、上昇トレンドにもなっていました。これだと、短期的には買いが優勢なので、少し売りづらい状況です。そこで、15分足を見て、現在のチャート状況がどうなっているかを確認してみたところ、次のようになっていました。一見上昇トレンドに見えるのですが、よく見てみると、まず押し安値を下へ抜けていました。つまり、15分足レベルでは、トレンド転換をした可能性が高くなっていました。また、押し安値を下へ抜けた時の動きをよく見てみると、勢いが強い下落をしていました。このような下落の仕方をすると、買いを考えている人たちは、ちょっと下落の勢いが強いな。まだ下がるかもしれないから買うのは一旦様子見をしよう、と構えて、買いを見送ってきます。よって、仮に反発をしたとしても、上がる力があまり出ずに、高値を抜けるような上昇は起きにくいです。また、これ以外にも、上の方から売っている人たちもいます。この人たちも、下落の勢いが強いのを見ることで、ちょっと下がる勢いが強いから、もう少し下がるかもしれないな。じゃあまだ利食いせずに様子見をしよう、と考えて、売りポジションの決済をあまりしてきません。売りの決済は、反対売買の買いになるので、本来なら上昇する力になります。ただ、下落の勢いが強いことで、売りポジションの決済があまり出ないので、仮に上昇をしたとしても、大きくは上昇しません。これらの状況に加えて、15分足の押し安値を下へ抜けて、トレンドの転換もしているので、このまま大きく上昇していく可能性は低く、もう一度下がる可能性の方が高いと判断しました。さらによく見てみると、15分足で三尊を作りそうになっていました。しかも、三尊のネックが押し安値になっていて、その押し安値を下へ抜けているので、下がる確率がより高くなっています。よって、1時間足で下落トレンド、15分足で下落の勢いが強い、15分足でトレンド転換、15分足で三尊のパターン、といったように、売る根拠が揃ったので、売りを狙っていきました。ただ、今の状態から上昇する可能性もゼロではないので、三尊の左肩付近で反転するかを確認する必要があります。そこで次のローソク足がどうなったかを見てみましょう。三尊の左肩を上抜けたのですが、上髭になって戻ってきた上に、陰線にもなりました。つまり、三尊が相場参加者に意識されている証拠です。これで下がる確率がかなり高くなったのですが、念のため、1分足を見て、もう少し細かく見ていきます。この時の1分足が次のようになっていました。1分足だと上昇トレンドでした。この状態を見た時に、ちょっと微妙だったのですが、トレンドラインを引いてみると、そこを下へ抜けた状態でした。これだと、1分足でも、完全なトレンド転換とまではいかなくても、上昇の流れが一旦切れた可能性があります。それに加えて、1時間足と15分足の下落の流れ、15分足のチャートパターンも考慮すると、ここから売っても問題ないと判断しました。そこで、この後のローソク足がどうなるかを確認してみると、次のようになりました。上髭陰線になった上に、トレンドラインがレジスタンスとなって下がり始めています。また、細かく見ると、高値を切り下げているので、明らかに上へ行く力がない証拠です。よって、ここで売りで入ってもいいのですが、念のため、もう一本陰線が出てからエントリーをしていきます。この後のローソク足を見ると、次のようになりました。ここでも陰線が出たので、売りでエントリーです。
この時の損利リーチは、直近の高値を上抜けた場所のマイナス20キップスでした。15分足で見ると、次のような位置になります。ここを上抜けると、三尊で打った根拠が崩れる上に、三尊の形成が失敗するので、上昇する可能性が高くなります。次に利食いの位置ですが、直近の目立った安値の手前で、プラス50ピップスになります。最初は、この安値の手前にある安値で利食いを考えていました。ただ、1時間足を見てみると、下側の安値の方が明らかに意識されることが分かりました。なぜなら、下側の安値は上昇した起点なのがはっきりと分かるので、反発するならここだと思ったからです。つまり、ここまでは伸びてもおかしくないと思ったので、利食いはこの位置に設定しました。ではその後の動きを見てみましょう。含み損をほとんど抱えずに下がってくれて、運よく利食いとなりました。しかも、利食いをした場所は、珍しくほぼそこになりました。やっぱり、1時間足の上昇の起点が、相場参加者に意識されていたみたいで、そこから反発していきました。もし利益を伸ばそうとしていたら、縦値になっていたので、運が良かったですね。どうでしたか？トレード内容を見ても、結構普通の戻り売りですよね。FX はこんなシンプルなトレードでも、チャートを丁寧に読んでいけば、十分勝つことができます。特に、相場参加者の心理を考えると、シンプルなトレードでありながら、精度も高くなるので、良ければ真似してみてください。もし、相場参加者の心理を読めるようになりたいと思った場合は、まずはこの動画を見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。もしくは、今回のようなトレードをもっと見てみたい場合は、この動画も見てみてください。こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。おまけ。今回は私が行ったデイトレードを紹介したのですが、実はこのトレードの前にもエントリーを考えた場面がありました。それが15分足で見ると、次のような場所になります。この画像の黄色丸で買いを考えたのですが、今回は見送りました。まず1時間足を見ると、次のような状態になっていました。全体の流れを見ると、下落トレンドなのですが、直近の流れを見ると、高値と安値を切り上げて上昇トレンドになっていました。しかも、15分足を見てみると、いい感じのサポートラインも引けました。だから、ここで反発しだしたら、短期的に上がる可能性があったので、買いを考えていました。しかし、直前の流れを見ると、下落の勢いが強かったんですよね。これは先ほどのトレード解説の中でもお伝えしたみたいに、下落の勢いが強いと、買いを狙っている人たちは、まだ下がる可能性があるかも、といったように考えてくるので、積極的に買いを入れてきません。さらに、逆張り的に売っている人たちも、あまり決済をしてこないので、上昇する力が出ません。仮に上昇したとしても、上昇の力が続かずに、もう一度下がってくることが多いです。この状況を考えて、いいおしめ買いの位置だったのですが、買いを見送りました。結局、その後はさらに下げていったので、見送りが成功しました。このように、相場参加者の心理を考える癖をつけてあげると、いいエントリーポイントであっても、逆行する場面を見抜けるようになります。こういう見送りができるようになると、余計な負けが大きく減るので、勝率アップにもつながります。もちろん、見送ったら反発して、思っていた方向へ動くこともありますが、トータルで見ると、見送った方が成績が明らかに良くなります。イメージとしては、勝ちが増えるというよりも、負けが減って、勝率が上がる感じです。例えるなら、今まで10勝7敗だったのが、8勝2敗になるようなイメージです。相場参加者の心理を考えられるようになると、こういうメリットもあるので、もし負けが多い場合は、ぜひ真似してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。